皆さんこんにちは。今回はパート14の再挑戦みたいな、以前より冷えるようになった冷凍庫 PC で、CPU 個体の調査、及びオーバークロック耐性について検証します。まずは経緯からお話しします。以前投稿したパート14から先日投稿したパート19にかけて、冷凍庫 PC における様々な検証を行ってきました。パート14では今回紹介するような CPU 個体、オーバークロック耐性について調べました。CPU の格動作周波数でベンチマークソフト、シネベンチ R15 を観測できる最低コア電圧を調べ、そのコア電圧の大きさを CPU の個体特性、オーバークロック耐性として確認し、どこまでオーバークロックできるかも試しました。冷凍庫 PC で使っている CPU がインテルの Core i7-6700K とメジャーなこともあって、ネットで見つけた情報と比べられたのですが、使っている 6700K は比較したデータよりも、ベンチマークを観測できる最低コア電圧が大きく、多くの電圧を供給しないとオーバークロックできない、燃費が悪いみたいないわゆる外れの CPU だと分かりました。一方で冷凍庫を使って低温環境下で同じ検証を行うと最小コア電圧が低下しまして、CPU 個体としては改善するような変化が見られました。まあ液体窒素冷却でわかる話ですが、冷却や温度の要素が CPU のオーバークロックに影響したことが確認できました。あとパート14ではどこまでオーバークロックできるかも確認しまして、マイナス18度 C の低温環境下、動作周波数 4.7GHz、コア電圧 1.425V の設定で、普段動作確認に使用しているベンチマークソフトシネベンチ R20 で観測できました。これがパート14の時の限界だったわけです。そんな感じで CPU 個体を調べた一方で、実は冷却側にも懸念点がありました。低温化による冷却性能の悪化です。まあパート2から出てきた話ですが、ヒートタイプ付きの空冷 CPU クーラーやヒートタイプなしの空冷 CPU クーラー、冷凍庫で作った氷点下以下の低温でも動作できるようにした不凍液水冷で動作確認してきましたが、全てで常温から低温にすると冷却性能が低下する現象が起きていました。どんな現象かというと、冷凍庫を使って庫内の空気を常温25度 C とかだったのをマイナス10度 C とか35度 C 分低下させたのに、CPU 温度は27度 C 分しか下がらない、低温下の恩恵を受けきれない、みたいな感じでした。低温下で CPU 冷却に関わる何かが変化している。そんな考えからパート15からパート19にわたって CPU 冷却に関わる要素を一つずつ検証していきました。空割りをしたり、CPU グリスを変えたり、水冷パーツをいじったり、もろもろ試しまして、結果的には懸念だった性能悪化の原因は大半 CPU グリスの影響と分かり、CPU グリスを変更することで性能悪化を大きく抑制することができました。さらに検証を通して冷却性能が根本的に向上しまして、特定の条件では検証前から最大58度 C 分、CPU 温度を低下させることができました。ここまで CPU 温度を低下できたのも、根本的に冷却性能を向上できたことに加えて、低温化による性能悪化を抑制できたこと、これらが重なって得られた結果なのでしょう。ということは、ここまで冷やせるようになったのなら CPU 個体は変わったりしないのかな？そんなわけで今回、CPU 個体、オーバークロック耐性について改めて調べることにしました。じゃあ早速ですが結果概要についてです。一言で言うと、良くなりました。常温環境下、パート14だと CPU が高温のために 4.4GHz、1.23V までしかできなかった計測が、冷却を改良した今回だと 4.8GHz、1.44V まで計測できるようになりました。また同じ動作周波数でもコア電圧が低下し、常温環境下でも冷却の改善によって CPU 個体が良くなる変化がありました。そして低温環境下ですが、パート14だとこちらも CPU が高温のため 4.7GHz、1.37V で限界になりましたが、今回は 5.0GHz、1.50V まで計測できました。やっと大台の一つ、5GHz に到達しました。常温下と同様に、同じ動作周波数でもコア電圧が減少しまして、むしろ低温化によって CPU 個体が良くなる変化が明確になりました。CPU 個体が良くなったのなら、現状どこまでオーバークロックはできるのだろうということで、マイナス16度 C からマイナス18度 C の低温環境下、動作周波数 5.0GHz、コア電圧 1.52V で、普段から動作確認で使っているシネベンチ R20 でベンチマークしたところ、
完走できました。ベンチマークスコア2598ポイントです。これまでの最高スコアが2400くらいだったので、だいたい200ポイントアップできました。定格動作のスコア2100くらいと比べると、500ポイントくらいの向上です。といった感じでオーバークロック耐性も向上して、ベンチマークスコアも更新できてと、いいことが続いたのですが、また新しい、多分今後大変になりそうな問題も出てきました。先ほどのベンチマークなんですが、その時に CPU 温度を計測していまして、その時の最大 CPU 温度が34度 C でした。なんなら CPU 個体の調査における常温下と低温下の限界時の CPU 温度も58度 C と34度 C です。まだまだ CPU の温度的に、CPU 冷却的には余裕があったのに、限界となってしまったんです。で、その直接の原因が、コア電圧が UEFI の設定上限 1.52V に到達して、5.1GHz などを試そうにもコア電圧が不足してしまったからです。このコア電圧不足に対して私は2つ対策方針を考えまして、1つは UEFI の設定上限を高くすること、もう1つは動作に必要なコア電圧をより低下させることです。設定上限を高くするという話ですが、これはマザーボードの仕様の問題だと思っているので、買い替えするという話です。一方のコア電圧を低下させるというのが、これまで通りの冷却強化、さらなる低温化という話です。おそらくその冷却対象は CPU だけじゃなくて、マザーボードとかメモリも含まれていくんでしょう。という感じで今回はいい結果になった話と、またしても問題が分かってしまったという紹介になっていますので、よろしくお願いします。では詳細を見ていきましょう。まずはパート14と今回の冷凍庫 PC で CPU 冷却のどこが違うかについてです。先ほど話したようにパート15からパート19までに色々検証したので、今回はそれらを踏まえたよく冷える設定にしたわけです。で、具体的な違いというと、パート14では CPU 内の熱媒体がデフォルトで、CPU グリスに MX4 という製品を使っていたのを、熱媒体、CPU グリスともにクマメタルこと CO ホニャララという製品に変更しました。変えたところは以上です。つまりはパート17、パート18の CPU グリス比較でクマメタルを試した時と同じ状態です。水冷側、不凍液水冷の部分は変えませんでした。クマメタルを採用したのは単純に冷却性能がとても良かったからです。低温環境だと冷却とは別の問題、というか不安がありましたがそのあたりは目をつぶっています。詳しくはパート18をご覧ください。水冷側を変えていないのは、変えても効果が小さかったからまあいいかって感じです。というかクマメタルを使った水枕の受熱面に液体金属が残留しまして、多少性能が良くなるからといって別の水枕にクマメタルを塗り直すのも手間だなぁと思ったり思わなかったり。と、こんな状態の冷凍庫 PC で今回の CPU 個体、オーバークロック耐性について調べました。では常温環境から見ていきましょう。パート14と同様に、各動作周波数ごとにシネベンチ R15 のベンチマークを完走できる最小コア電圧を探っていきます。この方法はパート14でも紹介した 6700K の個体を比較するために参考にした記事に書かれていた方法です。パート14の再挑戦というスタンスなんで、今回もこれをやります。で、パート14の繰り返しになりますが、一例として今回も 4.0GHz 動作時の計測の様子を紹介します。まあやることは単純で、コア電圧を少しずつ減らしながらベンチマークを完走できる境目のコア電圧を見つける感じです。まずは動作周波数をオールコア 4.0GHz に固定して、コア電圧もフィックスとモード 1.15V にしてベンチマークスタートです。1.15V としましたが、私はパート14で同じことをしているのでその結果を参考に決めています。初めてやる場合とか、参考情報がない場合は 1.25V とかもう少し高いコア電圧から始めるか。動作周波数、コア電圧の設定をすべてオートにして、一度ベンチマークした時のコア電圧、VID を参考にするといいかもです。まあ高いコア電圧から始めると境目を見つけるまでが長くて作業量が多くなるんですけど、しゃあなしです。設定が終わったらベンチマーク開始です。今回も参考にした記事に合わせてシネベンチ R15 を使いました。で、1.15V では完走できました。そしたらコア電圧を低くして 1.10V。OK ならさらに小さいコア電圧を、という感じでやっていきます。
今回は 1.10V の後、1.05V を試した時にフリーズしたので 1.10 と 1.05 の間に最小コア電圧があるとわかります。ここからはコア電圧の刻みを 0.01V にして、1.09V、1.08V とやっていくと、1.08V でブルースクリーンが発生しました。1.09V では乾燥できていたので、4.0GHz 動作でシネベンチ R15 を乾燥できる最小コア電圧は 1.09V とわかりました。こんな感じで他の動作周波数でも計測していきます。で得られた常温環境下における各動作周波数ごとのシネベンチ R15 を乾燥できる最小コア電圧の結果がこちらです。パート14の常温下の結果よりは低電圧で、低温下の結果よりは少し高電圧という感じでした。ただパート14の低温下では 4.7GHz で 1.37V だったのが、今回の常温下は 1.34V だったのでここで逆転しています。パート14の低温下だと 4.6 から 4.7GHz の間でコア電圧が急に高くなるような変化をしていましたが、今回の常温下だと 4.7 から 4.8GHz の間に変わっています。冷却の影響でコア電圧が高くなる動作周波数域が変動したようです。で、しれっと話しましたが、今回は常温下の時点で 4.8GHz 動作ができ、パート14の最大オーバークロック設定 4.7GHz を更新していました。ちなみにベンチマーク時の最大 CPU 温度も計測していたのでその結果を見てみると、今回の常温下の結果が最も低温でした。4.2GHz あたりの動作周波数ではパート14低温下と同じような結果で、動作周波数が高くなって、先ほど話した最小コア電圧が上がるにつれて消費電力、発熱量が大きくなっていても、今回の常温下の CPU 温度は最大でも 58°C です。高い周波数域でも CPU 温度の上昇幅が小さいのは、冷却性能が改善した恩恵でしょう。検証してよかった。シネベンチ R20 でも乾燥できるか確認してみました。CPU 動作周波数 4.8GHz、コア電圧 1.44V です。R15 のベンチマークをやった後少し休ませてから、UEFI 設定を特に変えることなく R20 をやってみたのですが、乾燥できました。スコアは2510ポイント、CPU 温度は 63°C。すんなりと更新できました。ちなみに CPU パッケージ消費電力は 121W です。消費電力 121W になって発熱すごそうなのに、CPU 温度は 63°C に収まる冷却になったのは嬉しい限りです。というかスコアが更新できた時点で満足。と、嬉しい結果が得られた一方で、ここで動画冒頭で紹介した問題を認識しました。コア電圧の設定上限が 1.52V になっていて、1.52V だと 4.9GHz 動作で乾燥できなかったんです。コア電圧が足りなくなっちゃいました。まだ冷凍庫も使っていないから冷却的には余力があるのに、先に別のネックがやってくるなんて予想外でした。その後 C ステートなど UEFI の設定も細かく変更して再度 4.9GHz 動作を試しましたがダメでした。コア電圧不足か。どうすればいいのかなって考え始めると長いし、低温環境でも同じことが起きるので、ひとまず次に低温環境下の結果を話します。低温環境はパート14と同じく、冷凍庫を使って温度設定レベル1、庫内の空気温度をマイナス 9°C からマイナス 11°C にしました。で、先ほどと同じように各動作周波数で最小コア電圧を探していきまして、まとめた結果がこちらです。今回の低温下の結果は、先ほどの常温下よりもさらに低電圧になり、動作周波数 5.0GHz まで計測できました。ここでパート14の時に参考にした記事のデータと比べても、今回の低温下の結果は似た傾向になりました。ちなみにこの参考データですが、参考にした記事2つで4個の 6700K のデータが紹介されていたので、今表示しているグラフ上ではそのデータのうちの最大値を濃いオレンジの線、最小値を薄いオレンジの線で示しました。最小最大以外、残りの参考データはオレンジの線の間にあるって感じです。パート14の常温下はやばかったから置いといて、パート14の低温下と今回の常温下の結果が参考データに少しかすっていますが、今回の低温下の結果はより広い動作周波数域で重なるようになりました。冷却性能の向上とか低温下でやってきましたが、CPU 個体がここまで変化するとは意外でした。なんというか、冷えるようになるにつれてグラフのデータが右にずれていく感じ、そんな変化が起きていました。
でまたしてもしれっと話しましたが、今回の低音波の限界は 5.0GHz、やっと 5GHz の大台に来れました。一方でシネベンチ R20 でも確認しましたが、この時点では完走できませんでした。以前も話したような気がしますが、同じシネベンチでも R15 と R20 で違うようです。じゃあどうやって動画冒頭の結果を得たのかというと、現状での最終手段、冷凍庫で庫内の空気をより低温にしました。温度設定レベル5、庫内の空気温度がマイナス16度 C からマイナス18度 C。シネベンチ R20 を乾燥するために追加でやった、さらなる低温環境です。動作周波数 5.0GHz、コア電圧は設定上限の 1.52V でベンチマークしまして、その結果が動画冒頭のものになるわけです。改めてになりますが、スコア2598ポイント、CPU 温度34度 C です。消費電力は 124W でした。これでも34度 C に収まるので相変わらず冷却、温度の面では余裕がありました。それでもコア電圧が設定上限なので、5.1GHz は無理でした。ただシネベンチ R20 でも 5.0GHz 動作ができました。最近の CPU だと 5GHz って聞き覚えのある数字ですが、当初常温化で 4.4GHz が限界だったこの6700系が、やっと 5GHz に到達できたと思うと感慨深いものです。嬉しい報告もできたので、新たな問題にも目を向けますか。今回の常温化と低温化、どちらもコア電圧不足が原因でそれ以上計測できなかったという点です。冷凍庫 PC を検討していた当初、パート0の時点ではコア電圧の設定上限なんて全く考慮していなかったので、ひとまず CPU をオーバークロックできる PC パーツ構成で作り始めたのがあれなんですが、これって UEFI、マザーボードの仕様の話なんですかね。今更になってマザーボードのコア電圧上限をネットで調べたら、別メーカーだと上限が書かれているものもありました。今使っている Z170、エクストリーム6には書かれていませんでしたけど、これってなんかの設定を変更すれば上限を解除できるんですかね。それとも買い替えでしょうか。ちょっと買い替えはな。別に予算を回したい気分です。というか今回の結果で見てもわかる通り、冷却の向上と低温化でオーバークロック耐性が良くなったのなら、コア電圧側を減らすみたいなこともできませんかね。PC パーツの買い替えがコア電圧の供給改善なら、冷却の向上とかは需要抑制、低燃費化って感じでしょうか。PC パーツもオーバークロック用に特化していると思いますが、液体窒素のオーバークロックだってごく低温まで冷やしているんですから、現状を見直せばまだまだ冷却、低温化でやるべきことは多くあるんでしょう。そこは今後も取り組んでいきます。最後になりますが、今回の紹介では、冷却や温度の面では余裕があるけどオーバークロックの限界に至った、とちょいちょい話しました。で、今回の結果からして、温度的にオーバークロックの限界に至るのってどんな動作なんだろうと思いまして、データから予測してみました。今回のデータを処理して、近似式を作って、パート14で温度的に限界ギリギリの結果が80度 C 近くだったのを目安にして、80度 C 以上になる動作周波数を逆算すると、常温下では 5.0GHz で82度 C、低温下では 5.4GHz で88度 C と予想されます。まあこの予測自体は川山用も良いところですけど、この数字を見てどう思いました？案外伸びしろないなーって感じですか？私はそう思う一人です。ついでにこの動作周波数だとコア電圧がどのくらい必要かも逆算しまして、常温下の 5.0GHz だと 1.68V、低温下の 5.4V だと 2.01V でした。こっちは川山用だといいんだけどな。2.0V もインカできるマザーボードの存在を私は知りませんが、いずれにしてもオーバークロック向けの PC パーツは必要になりそうですし、PC パーツが揃ったとしても、よりオーバークロックするにはより冷却を強化、より温度を低くしなきゃいけなさそうです。今回でパート20なのにまた言うことになるのかって感じですが、ほんと、前途多難ですね。そんな嬉しい結果と、厳しい未来を見ることができた今回の紹介でした。紹介は以上です。今回の結果を通して改めて 6GHz や 7GHz できる液体窒素冷却の凄さを知れました。なんか冷凍庫 PC でオーバークロックやるたびにこの感想を話している気もしますが、じゃあ今後どうするんだ、というと、継続します。液体窒素冷却に遠く及ばないにしても、自作した冷却システムで安定かつ常用できる、で可能な限り低温を作ることを目標に今後も制作を続けていきます。
次回はそんな今後の話についてです。パート10でやった振り返り総集編、プラス今後の予定みたいな感じで紹介します。またご視聴いただけると幸いです。ではではここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。